そしたら次には用意されてたのがカプコン。そうなんです。へえ。それも不思議で、一回友達がその時パーティーをやってて、合コンみたいなもの今でそこで知り合った女の子で電車で偶然会ったんです、その女の子で。ああって久しぶりで、今何やってんのみたいな話になって、で私は SNK っていうゲーム会社やねんけどってってなって、私カプコン行ってるねんって言ってありえへん。だからそこのサウンドの子一人辞めて困ってるから来てくれへんになったんですよ、そこ。偶然電車で会って。そんなことあるんですね。あるんですよ。ほんで面接行ったんですよ。ほんで社長が座ってて、辻本さんが。んでもう給料は前の時よりアップやもうすぐ来て。経験者やったらどこでも欲しいですよね、そんな時代。確かに。でも来てみたいな。なんか試験もなんもないですよね。でもその前に実は任天堂にテープ送ってるんですね。ああ、そうなんだ。カセットテープを音響制作室様みたいな、知り合いも誰もいないじゃないですか、任天堂に。とにかくテープ送ってみようと思って、ただ返事が来て、で今この時代にこれだけの技術を持った人がいるっていうことに驚かされましたみたいな。じゃあかなりいい感触だったっていう。送ってその人が人事にこういう人がおるから入れたいみたいな話したら、その時代の任天堂厳しいんですよね。もう絶対それは無理やと。会社から通勤何時間以内とかなんかそういう決まりがあったみたいで。でもやっぱりもう何かしらでゲーム音楽とつながるようになってるんですね。そういうふうに運命は決まってるんですね。なってたんかなっていう感じですよね。だから自分で何か動いたというより偶然でカプコンに。じゃあその時はカプコンはその誘ってくれた方と、もう一人作曲家と二人作曲家がもうその頃入ったばっかり、カプコンできたばかりなんでね、と私と3人と後から一人男の人が入ってサンプルは4人みたいな。最初にやったかな魔界村の効果音。それはアーケード版の。そうですね。だから作曲家が2人おって大東芸大のピアノ科出た人で、でその FM 音源とか扱えなかったので私がそっちへ回って、効果音とかそのできた曲を整えていく、音源を整えるとかいう仕事を任されるようになったんです。それはなんか戸惑いとか難しいとかなかった？はなかったですね。もう好きで。FM 音源。それもやっぱりなんか数字を打っていくっていう。じゃあそれやっぱ向いてたんですね。ですよね。それなかなか普通はそこにこううまく馴染めない人とかもいっぱいいると思うんですけど。しかも女性っていうので、クラッシュ&クラッシュが効果音で、でトップシークレットトライの道から音楽を作り出したんですね。全部効果音も含めて作曲もやる。一人一本ゲームを持つという形に変わったので。そっからはそういうシステムになったんです。そうですね。曲最初に作ったのが多分魔界島やったような気がするんですけど、ファミコンの。ファミコンのひげ丸のファミコン版。めっちゃ音がいいんですよ。こう言ってはあれなんですけど。ファミコン版のやつもそうですし、トップシークレットもすごい音の通りがいいというか、ものすごいこうゲームセンターで目立つ音。そうですそうですね。それをなんか狙ってました。けどなんかゲームセンターへ聞きに行って、音を確かめるとかはしてましたね。そういうのをなんか調べて研究して作るっていうのが好きでした。珍しいですね。結構ガチ肌というかこだわりはる。そうですね。タイプですよね。カプコンの時はプロデューサーがやっぱりすごい力持ってたじゃないですか。岡本義和さん、藤原徳郎さんというプロデューサーと、だから岡本義さんとはほぼゲーム組んだことがあって、最初から藤原徳郎さん。そうなんで。結構話して企画してもらって話して作るっていうのはそこからです。じゃあそこから意向をちょっと伝えてもらってそれに合わせて作るっていう、どういったことに気を使いながら作ってた感じなんですか？そうですね。まず藤原さんから言われたのが繰り返し聞いても
飽きない曲にしてくれ。おそれはすごい今でも守ってるんですけど、はいはい、それを守ってさらにそれを全部後輩に伝えてそういう曲を作ってほしいっていうのを、まあ、全員育てる役をやってたんで新人の方が、あ、じゃあそれを面々と受け継いでいってるっていう。そうですね。ロックマン作った松前さんとか下村さん、はい、下村さん、タミヤさんっていう方もいたんですけれども、みんなそういう形で教えていって仕事を教えて、だから下村さんとこの間対談したんですけど、そしたら全く同じ曲の作り方してるっていうのが分かって、じゃあある意味それがこう本当にみんなに浸透してたんですよね。なんかびっくりして。でも難しいですね。でもやっぱりそのちゃんとこう聞き覚えのあるフレーズも出るけどもそれで飽きちゃうと良くないっていう。本当難しい。難しいです。だからメロディーの重要性っていうのはやっぱカプコンは追求してたっていうのがありますよね。カプコンで初めて FM 音源に使われたと思うんですけども、これは最初なんか戸惑ったりとか難しいとかなんか。難しいです。もうきっと何も分かってなかったと思うし、分かりきって作ってはないですよね。だからアルゴリズムこうしたなんかいらってるうちにいい音できたんやん。画面にプログラマーが音色を作るように、サウンドプログラムを作ってくれて。画面にということはなんかツールがあるっていうこと、そうですね。ほんでここで例えばこうして、ほんでこうやったらアルゴリズムが変わってみたいなレバーで変わるんですよ。へえ。でそれでなんか数値を変えていって、筐体から音を出してチェックするみたいな。もう直接筐体から音が出るんです。あ、そういうことしてたんです。そうです。みんなそうじゃないんかな。でいい音ができたらそれを保存してそうです。でその数値で、ゲームの曲にはめていくみたいな。キーボードで曲をキーボードっていうのはそうですね。その数字で曲を入れてた。その時はもうなんかヤマハの作曲ソフトが出てたと思います。パソコンっていうかMSX ってやつで作ってたっていう話なんですね。で一人一台キーボードと音源と全部一人ワンセット用意してそれで。じゃあ割と FM 音源自体はまあなんとなく使えてたっていうか。そうですね。まだその理論とかあれ分かる人いました。そうちょっと位置変えただけで音が全然変わっちゃったりします。あれを全て理解もともと難しいじゃないですか。そうですね。作り方。それを全て理解してやってる人いましたかね。小塩さんとなんかその話をして、みんなでも分かってなくやってましたよねみたいな。トップシークレット以降は分かれたんですよ、なんかチームが。なるほどな。コンシューマーチームとアーケードチームに分かれて、私はコンシューマーチームの主任っていう形で。それもやっぱりいち早くそういうのをやってたから。そうですね。自分のやり方っていうのをしっかり持ってたんで、結構いい響きはしてたと思うんですね、魔界島とかでも。すごいいい音です。いい響きがしてて、で一回外注の人が来られて使わせてくれと。で魔界島の音を聞いて諦めて帰るっていうのがありましたね。すごいいい音やって言って。あれはすごいいい音でしたね。自分が養った技術を全て注ぎ込んだみたいな。素晴らしい。例えばガラスの割れる音とかね、PSG で出しにくいじゃないですか。もうそれをいかにそういう音に近づけるかとかを研究して作るのが好きですね。サウンドドライバーっていうか音を鳴らすプログラムもすごいよくできてると思います。ビブラートが入ってたりとか。でもほぼサウンドプログラマーってちゃんとできてなかったと思います。そうなんですね。多分そのなんか音の作り、うちもサウンドドライバーいいのが欲しいって言って散々言ってて、でもプログラマーがいなくて、魔界島の時はもうほぼなんかデータだけで作ってました。ビブラートに聞こえるけど実はデータでなんか揺らして。サウンドドライバーとかそういうのはあまりしっかりできてない時ですよね。そうなんだ。だから自分の知識とデータで頑張ってなんとかするっていう。
1943と、の一部ですね。あれは全員で作った。あ、全員なんですね。岡本さんが全曲ボツにしたんですこんなん使われへんみたいな。結構ボツが出ることもあるっていうことほぼないんですよ。そんな初めてでしたね。あ、そうなんだ。岡本さんが全曲ボツにするっていう。すごい。その曲を誰が担当するっていうのは、その岡本さんとかが決めてた。開発会議があって、でその各チーフとか、はい、サウンドからはその男の人課長、一応課長だったんで、そのとこ行って、はい、でどう割り振るかをそこの会議で決められてたんですけど、はい、あるプロデューサーの方からもう一回指名されてて、あ、そうなんです。その人が全て私の次の曲も僕のはリタさんでみたいな。で岡本さんは実はその開発の時に私を使いたいと言ったけどいつも決まってたっていうのを初めて聞いた。川本さんと一緒に作られてる曲とかもあるんですけども、それはなんか分担してやるっていう感じだった。まあ、バイオニックコマンドですよね。あれの一番テーマになる曲は、一回やってみようかっていうので、例えば8小節彼女が作って、その次の8小節私が作ってっていう感じで続きをお互いが作っていくっていうやり方をしたんですよ。で今聞いたらどっからどこが自分やったかって全然わからない。面白いですね。やっぱ相手に似せて合わせて続きを作っていったりするんで、なんか今だに聞いてもどこが私やったんやレッドアリーマンの何でしたっけ、ゲームボーイ版の、はい、レッドアリーマン。あれもなんか川本さんも曲入れたし、川本さん2曲ぐらい作ってもらったんかな。で下村さんが新人で入ってきたばっかりで教えながら、1、2曲作ったっていうなんですけど、下村さんの曲は分かるんですけど、川本さんと自分の曲がどれがどっちやったから分かんないんです。すっごいよく似た作り方を、だからかなり影響されたのかなと思う、川本さんの作り方に。みんながその音大での人ばっかりだったんです。音大のピアノ科出た人、作曲家出た人、でそういう勉強されてきた人ばっかりだったの。私は唯一ちゃうかって、私だけがあんまりクラシックを作ってなかったと思うんですけど。確かになんか音楽的にちゃんとしてるっていうか、ジャズみたいなやつとか、そうです、フュージョン系いろんなのがカプコンはありましたよね。ロックではなかったって感じですね。まあそういうのをちょっと強調しようかっていう話もあったんですけど、女性ばっかりで音大出た人ばっかりでみたいな。その路線で行こうかみたいな。他にはないところを出していこうっていう。やっぱりセガとかロック、フュージョン、セガはフュージョン。そうですね。最初はロックみたいなイメージでしたけどね。なんかカプコンはもうクラシックでいこうかみたいな。はあ、なるほど。